結論、クンティスモニターライトは気になる点はあるが、コストは最強。質感は値段なり。皆さんは、デスクの照明はどうしてますか？私はモニターライトを使ってるよ。人によっては、勉強用の照明を使ってる方もいるのではないでしょうか。パソコン界隈のデスク紹介動画では、よく、モニターライトがおすすめというのを目にしますが、よくおすすめされている、勉強の製品はとても高価で、なかなか手を出しづらいです。高いね。だから私はシャオミのモニターライトを使っています。しかし、私はシャオミのモニターライトに不満があります。前まで満足していたのにどうしたの？もちろん、金属筐体で、タイプ C 対応で、値段もお手頃で、満点に近いことは間違いないです。しかし私のメインモニター分厚すぎて取り付けられないんですよ。あらら、確かにそれは辛いね。今はサブモニターに取り付けて使ってて、機能性という意味では何も不満はないんだけど、正面からの光ではなく、斜めからの光だから多少なりとも違和感があるというわけで、今回はこちらの製品を紹介していきます。もしかしてまたモニターライト買ったの？今回はクンティスさんからご提供いただきました。もちろん、忖度なしでレビューしますし、シャオミのモニターライト、勉強のモニターライトと比較していきます。開封していきたいところではありますが、照明器具は見た目だけでは判断できません。ましてやモニターライトなんて大体形は同じですから、先にカタログスペックを見ていきましょう。確かに、見た目同じだと何がいいのかわからないもんね。ぶっちゃけカタログスペックとしてはなかなかいいです。明るさ調節、色温度調節対応は当たり前として、自動調光対応、リモコン対応となかなか豪華な仕様となっています。シャオミのモニターライトは自動調光には対応していないから、その点はこちらの製品の方が強いね。また、勉強のスクリーンパープルは自動点灯にも対応していますが、この機種は2万円もするハイエンド機なので、5000円台のものと比較するのはナンセンスな気はしますが、自動調光よりも自動点灯の方が嬉しかったかな。実際に使ってみないと何とも言えないけどね。そして、勉強のものは最上位製品ということもあってか、消費電力が 8.5W と少し多い分、光量も多いです。交渉値的には戦力数出るみたいだね。その点、シャオミとクンティスのものは 5W と少し劣りますが、私は十分明るいと思います。その他、クンティスのものは色温度が他2製品と比べて少し劣ります。シャオミ、勉強が2700テルビンに対して、クンティスが3000テルビンということで、暖色が少し弱いですが、比較しないとわからないかな。暖色系の照明で揃えている方は少し注意した方がいいかもね。3製品に共通している点は、タイプ C 対応、リモコン対応というところで、しっかりと重要な部分は抑えています。シャオミにプラス200円で自動調光がつくと考えると、なかなかお得だね。あとは実際に製品のビルドクオリティを確認していきましょう。製品の箱はこんな感じ。正面に製品の写真が載ってるごく普通の箱。メーカーはクンティスです。 PSE マークチェックといきたいところですが、この製品はタイプ C 給電なので PSE マークの記載は必要ありません。それでは開封していきましょう。中身は隠しパーツと本体、説明書だね。外箱のガードが薄かったので心配だったのですが、この梱包だったら大丈夫そうですね。説明書も日本語に対応しており、おかしな日本語やフォントも特にありませんでした。ちなみに色温度は4段階、光量は5段階で調整が可能みたい。他にも前回の設定を記憶してるみたいなので、かゆいところにも手が届いてますね。一つ気になったのは、本体とクランプの取り付け方が書いてないんじゃないかな。ちなみにリモコンの電池は単4電池みたいです。まずはクランプを見ていきましょう。梱包はガジェット系のアイテムでよく見る梱包ですね。地味に触り心地がいい白いビニール。クランプの質感はザ・プラスチック。まあ価格なりかな。ヒンジ部分の硬さが調節できるようです。またモニターに接触する部分はゴム素材となっています。その下には単4電池がありました。ちゃんと付属してるのはいいね。このメーカーについて調べたのですが、100均で売ってる電池とかのメーカーみたい。この六角はクランプのヒンジ調節用だね。だいぶ小さめ。次はタイプ C ケーブル。中身はタイプ C2A ですね。あとこのケーブル、地味に質感がいいです。サラサラしたマットなゴム素材でいいね。 C 部分は L 字なのですが、モニターライトで L 字は使いづらいんじゃないかな。確かに後ろに配線するから普通にストレートタイプでいいと思うね。ケーブルの質感はいいのですが、加水分解しやすそうだなと思いました。次はリモコン。上面がテカってるデザインですが、操作性はいいですね。電池は下側で押すと磁石でくっついている蓋が外れます。ここに単4電池を入れる形だね。最後は本体、円柱型で上部にはボタンがあります。こっちも5000円なりの質感といった感じかな。本体左側はクンティスさんのロゴ、真ん中には隠しボタンの機能が書いており、右側はスクリーンリニアと記載されています。照度センサーのオンオフはここの LED でわかるみたい。ボタンはおそらく静電容量式。クリック感がないもんね。照度センサーは上部についています。タイプ C は本体中央だね。絶対 L 字は使いづらい。まあ100均で買えばいいじゃん。仕様が書いている部分はしっかりとクランプを避けるように書かれていますね。シャオミのモニターライトとクンティスのものを比較するとこんな感じ。下がシャオミ、上がクンティスです。両方価格帯は同じですが、ライトのサイズが若干違いますね。シャオミの方が長いかな。その分クンティスのは機能が多いですから、金属の質感はシャオミの方が重厚感があって高級感もありますね。私の好みの問題かもしれないけど、シャオミは価格以上の質感、クンティスは価格なりの質感だけど機能は多いって感じかな。長さはだいぶ違いますね。クンティスさんのが質感悪いってわけではなくて、シャオミの質感は桁違いすぎるだけでしょ。デザイン的なところで言うと、シャオミは無地ですっきりしていて、クンティスさんはいろいろ書いていますが、機能性重視のデザインって感じ。本体に操作部分が備わってるという部分も大きいけどね。左右の部分はプラスチックだね。さりげなくシャオミのロゴがあります。一応ク
クンティスさんは1万円台の高価格帯の機種も出しているから、そっちだともっと質感は高いかもね。ちなみに仕様などの記載は裏側の左にあります。アリエクスプレスで買ったのでもちろん中国語表記。ちなみにタイプ C 部分の仕様がちょっと違ってて、クンティスさんはライトに直接タイプ C を接続する形で、シャオミは本体は接点のみでクランク部分にタイプ C があるよ。本体との接続はマグネットでとても強力なので手をぶつけてもそう簡単には落ちません。これめちゃくちゃ使いやすいので他社さんも採用してほしいなと思いますが、本体とクランプ部分がないと使えないので中古とかで買うのは向いてないかもね。クランプ部分ないと使えないもんね。クランプ部分もだいぶ質感が違ってて、クンティスはめちゃくちゃプラスチック、シャオミは金属で重みがあります。本体とクランプの接続は挟み込む感じなのですが、めちゃめちゃやりづらいです。プラスチックがボキって割れないかも心配だもんね。説明書にも書いてなかったので心配だったんですけど、結局右端から通してタイプ C 部分まで持っていきました。この構造は改善してほしいかな。力かけすぎたら壊れそうなのが余計に怖いね。やっぱりシャオミの構造は便利。ちなみにシャオミのは回転して調整できるようになってます。クンティスさんのもある程度回転できるように放っています。ただシャオミのクランプ部分は使えるモニターがだいぶ限られるんですよね。バネで引っ掛ける感じなのである程度薄めのモニターじゃないと固定できないです。その点クンティスの方は大抵のモニターで固定できます。かなり軽量なのでノートパソコンのモニターにも使えますね。使えるモニターでいうとクンティスさんのクランプの方が圧倒的にいいと思います。あとシャオミの方のクランプはだいぶバネが強いです。初めは固定できてるかと思ったら後から落ちてきたなんてモニターもあったので、ここの構造はだいぶ微妙。次はリモコン。見た目はシャオミの方がいいと思うじゃないですか。シンプルでいいよね。でもこれゴム素材なのでホコリめちゃめちゃつきますし、おまけに加水分解しやすい素材なんですよね。あらら。極めつけは裏側を回転して電池を交換するのですが、なかなかやりづらい。めちゃめちゃ汚いね。一応エタノールで洗浄済みなんですけど、ティッシュもボロボロになりやすいので掃除という面でも微妙。その点クンティスの方は磁石で押すだけで電池交換できますし、プラスチックなのでホコリも簡単に掃除できます。強いて言うなら上面の反射しやすい部分の材質が指紋がつきやすそうってことぐらいかな。フィルム剥がす用の取っ手が機能してないんだけど、たまにある粘着力足りてないやつね。ちなみにリモコンの操作方法としてはクンティスの方は画面をタッチする感じ。とってもシンプルで使いやすいね。シャオミの方は押し込んだり回転させたり押し込みながら回転させたりと、初見だとちょっと操作しづらいですが、慣れればスタイリッシュなリモコンって感じ。回転機構だから調節がしやすいのがポイントかな。とはいえ押し込みながら回すのはちょっとコツがいるので、操作性としてはクンティスさんの方がいいかもね。実際にモニターに取り付けようとしたのですが、シャオミ案の定相性問題が出てしまう。モニターの出っ張りに干渉して取り付けられないね。適当に良さげなものを挟むことで無理やり取り付けたので、今回はこれで検証していきます。クンティスの方は余裕で固定可能。これならブラウン管以外は取り付けれそうだね。ブラウン管テレビでもワンチャン取り付けれるかもね。実際に使ってみるとこんな感じ。机の汚れが目立つね。この汚れ全然取れなかったんだけど、何の汚れなんだろうね。デスクマットは買い替えようと思います。実際使ってみるとこんな感じで、手元を照らすには十分な明るさ。とはいえ映像で伝えるのは難しいということで取り出しましたは照度計アプリ。どこまで正確なのかわからないので参考程度でお願いしたいのですが、調整の段階数とかは測れるでしょう。まずは消灯状態で24ルクスです。ここから暖色最大輝度が232ルクスで寒色最大輝度が284ルクス。メーカー交渉値と値が違うのはライトとデスクの距離だったりいろいろな要因があるので分かりませんが、そもそも照度計アプリの精度が低い可能性もあるので何とも言えませんね。また寒色最低輝度が36ルクスで暖色最低輝度が28ルクスです。最低輝度だとだいぶお気持ち程度の明るさかな。また色温度の確認で交渉値通り4段階で変更できました。これ照度計アプリの方が精度低すぎるんじゃない？だいたい800ケルビンぐらい持ってるよね。今度紹介する機会があればちゃんとした機材を揃えておこうと思います。次にシャオミの方を確認していきます。シャオミはこんな感じで角度調節が可能。クンティスもできるけどこっちの方が調整幅は大きいかな。暖色での最大輝度が292ルクスで寒色が456ルクスです。実際シャオミの方が目に見えて明るいなと思いました。ただしだいぶ青が強め。また暖色での最低輝度が48ルクスで寒色での最低輝度は72ルクスですね。シャオミの方が全体的に明るいね。ただ青が強すぎるかな。色温度はだいぶ細かく調節でき、だいたい15段階ぐらいでした。こっちでは交渉値より暖色で300ケルビュー寒色で1000ケルビューはブレてるね。最後にこの2製品についてまとめていきたいと思うのですが、そもそも全然想定されている用途が違うんだと思いました。そうなの？クンティスさんの製品は暗いデスク周りを照らすというコンセプトに感じたんですよね。一方でシャオミの方はデスクをより明るくするというコンセプトを感じました。これは自動調光機能を試している様子。暗くなったらライトが明るくなって明るいとライトが暗くなるという挙動をするんだよね。このような部分からメーカーの考えが垣間見えるのですが、クンティスのモニターライトは部屋が暗い状態でパソコンを使う人向け、シャオミのモニターライトは部屋が明るい状態でパソコンを使う人向けだと思いました。選び方は使い方次第ってことだね。ここからは両製品のメリットデメリットについて話していきます。案件動画なので徹底的にあら探しをしましたよ。各項目の評価の見方は右上を見てね。動画冒頭でお伝えした通りクンティスモニターライトは気になる点はあるがコストは最強、これが結論です。とはいえ悪かった点もあるんでしょ。
それを今から詳しく解説していきます。まず質感についてはシャオミが圧倒的です。シャオミはいかにも1万円超えみたいな質感なのですが、クンティスはまあ5000円の値段なりの質感。ただその分機能性は高いですから。とはいえデスクに設置するものだから質感にはこだわりたいよね。これはシャオミがすごすぎるとしか言いようがない。5000円でこの質感はさすが廉価ハイエンドスマホ市場を牛耳ってるだけあります。逆にクンティスの自動調光機能はめちゃくちゃ便利です。家族に電気を消されても瞬時に光量を調節してくれますから、深夜編集系 YouTuber の私にはありがたい機能。作業中にキーボードやマウスから手を離す必要がないというのは案外便利だったね。ただ正直ですね、シャオミのかなり明るいライトを使ってたからだと思いますが、クンティスの光量は少し物足りなかったです。というのも部屋の照明がついてる状態で使用するとしっかりと明るいのは明るいのですが、もうちょっと明るくてもいいかなと思う場面がたまにあります。24インチ級の液タグとか使ってる人だったら間違いなく気になりそうだったね。私は11インチの iPad なので少しは気になりましたが、もうちょっと明るくてもよかったかな。クランプについては両者一長一短なので後で解説するとして、リモコンの電池交換はクンティス圧倒的にやりやすいです。頻度が少ないとはいえそういうところもちゃんとこだわられているのは好感が持てるね。またリモコンに関しても3点あって、シャオミの方は回転させたり押し込んで回転させたりと初見殺しの操作方法なんですよね。特に押し込みながら回転は少しコツがいるので慣れるのに少しだけ時間がかかりました。その点クンティスの方はボタンだから簡単だね。ただ印字がある分クンティスがごちゃごちゃしています。デスクに置いていても置物として見えるシャオミのリモコンはおしゃれデスクと相性がいいでしょ。ただしホコリがめちゃくちゃつきやすい。そしてゴム素材なのでティッシュがボロボロになって掃除もしづらい。おまけに加水分解もしやすそうだもんね。シャオミは本体の作り込みを優先しすぎた結果リモコンがマジで微妙すぎる。とはいえクンティスも何一つ文句がないってわけでもなくて、このリモコンの電源ボタンの LED ずっと点灯したままなんですよね。ライトショートをしてから一定時間経ったら消えるとかそういう仕様じゃないのね。これ暗闇だと見やすいって利点はありますが、普通に光ってるのが気になるのでオンオフ変更できるようにしてほしいですね。最後はクランプについてなのですが、これは両者一長一短で、まずシャオミの方は本体とクランプがマグネットでくっつく機構が素晴らしいです。ただタイプ C 端子がクランプ部分にあるためクランプを紛失すると使えなくなりますね。そもそもそれモニターライトじゃなくない？ただ先ほど紹介した通り出っ張っていると取り付けできないのでモニターとの相性が微妙。とはいえクンティスはクンティスでライト本体とクランプをくっつける時が大変だったので、もうちょっと改善してほしいね。ただクンティスがモニターの相性問題が少ないというのも怪しい点があって、モニターに引っ掛ける部分の出っ張りがシャオミより圧倒的に小さいです。フレームレスなモニターとの相性はいいかもしれないけどちょっと引っ掛けづらかったね。クランプ部分が長いのでそちらで調節はできると思いますが、もうちょっと長くても良かったんじゃないかなと思います。あとはクンティスの方がクランプの回転可動域が小さかったから角度調整がやりづらいね。そんな感じで両者一長一短といった感じ。最後にどういった傾きかというところを話していくと、クンティスさんは暗い環境での作業が多い方や見た目よりも機能性重視な傾けで、シャオミは明るい場所でも暗い場所でも柔軟に使いたい方、見た目質感にうるさい方、また照明に照明以上の性能を求めない方向けかなと思いました。確かにとりあえず明るければいいって人は自動調光機能はいらないもんね。大抵の人は機能性重視のクンティス、デザイン重視のシャオミって感じでいいと思います。いかがでしたでしょうか。久しぶりの徹底レビューって感じだったね。久しぶりの13分台のそこそこ長めの動画になりましたが、この動画が皆さんの参考になれば幸いです。参考になった方は高評価チャンネル登録よろしくね。それではご視聴ありがとうございました。